皆さんこんにちは、角岡のりこうです。本日のテーマはリンドウをきれいに飾るコツということで、早速やっていきましょう。はい、ということで本日はですね、みんな大好き日本の秋を代表するお花リンドウをテーマにしてみようかなと。で、このお花はですね、気境とか系統みたいな一輪でポンと咲く花と比べて、このようにスラッと伸びた茎に縦にポンポンと花をいくつかつける、そんな特徴を持っていまして、ちょっと生けにくいなーなんて思った方もいるんじゃないでしょうか。ということで今日はこのリンドウを使ってちょっとしたお花を2咲ほど生けながら綺麗に飾るコツなんかをお伝えしていこうかなと思います。ちなみにリンドウといってパッと思い浮かべるのはこの色が一般的ですかね。他にも白色とか薄紫色とかそういった色のリンドウもあるんですけど、今日生けるのはこちら、白と青のグラデーションがとっても綺麗なリンドウを選んできました。これパッと見た時に私浴衣の生地みたいですごい綺麗だなーなんて思ったんですけど、秋を代表するお花ではあるんですけども、7月の中旬、真夏の頃からもう出回っていまして、基本的にお花というのは先取りっていうところで、まだね、今撮影してるこの時期というのが真夏なので、ちょっと涼しげでいいなーなんて選んできたんですけど、果たしてアップされる日は8月か9月ぐらいですかね。1作目はこちら、小皿に剣山を入れてシンプルなお花を、そして2作目は花瓶を使った簡単な投げ入れ花を生けていこうかなと。こちらの2作を通じてリンドウをきれいに飾るコツをお伝えできればなと思います。よし、そしたら早速まずこちらリンドウを生けていくんですけど、このお花を生けるときになんで難しいのかななんて私なりに考えたときに、リンドウは主役にも脇役にもなれるから、そこをはっきりと見せないとこう生き上がったお花も曖昧に見えてしまうのかななんて。ですのでまず1作目はこのリンドウを主役に簡単なお花を生けていく。で、まず今こちらの2輪を見た時に、もっと立派なリンドウだと花この辺りまでだらーっとついてることがあるんですけど、今日は小ぶりなリンドウなので比較的先端に花がついていますね。で、どちらの方がスラッとしてるかなというところで見ていくと、こちらの方がちょっとスッキリしていますね。もう一本のこちらは先端部分花つきがいいんですけど、ちょっとボテッとした感じがするので、まずはこのスッキリとしているリンドウ、これを高めに生けていこうかな。で、本当に簡単なお花なので、器とのバランスも見るとこんなもんですかね。今日は他の花材もヒッペリカムぐらいなので、まず1本目はこんな感じで、生け花というのは高さに変化をつけた方が綺麗なので、1本目より少し低めに落として2本目を生けていく。2本目はこんな感じ。まず1作目というのはリンドウのこのスラッとした特徴を生かして、これを主役にして生けていくというところで、今日はこちらヒペリカムを選んできたんですけど、これもですね、赤いものとかピンクのものも置いてあったんですけど、今日はこのリンドウの色すごく綺麗だったので、これを引き立たせようかなと思って、あんまり目立たない緑を選んできました。この副材が入ってないと、今この状態だと特にですね、今日先ほどお話したようにリンドウの花が先端部分についている分、下がここ花ついてないですよね。で、このまんまだとこの部分がすごく剥げて見えるので、そういった部分をこういった花材で隠すと言いますか、フォローしてあげるように入れてあげると、ふわっと綺麗にまとまった中からリンドウのこのスラッとした伸びやかさが出てくるので、そういったイメージでいけてあげると、今回主役にしたこのリンドウが引き立つんじゃないかなと。で、2本あるのでこっちの方が軽やかですね。この脇役もやはり高さに変化をつけた方がいいので、まず1本目はここの寂しい部分、下の部分を引き締めるように生けていく。で、これはこのチャンネルではよくご紹介するんですけど、下こうやって葉っぱの付け根の部分で切ってあげると、これも後から葉っぱとして足せるので、こういったもの、花材の量が少ない時すごく重宝するというか、とっても便利なテクニックなんでね、いろんなことをこのチャンネルではご紹介しているので、まだチャンネル登録がお済みでない方はこの機会にぜひポチッとよろしくお願いいたします。ということで、まず1本目は低い位置に、でもう1本は1本目よりリンドウと同様少し高さを出しながら生けていく。最初にお伝えしたように、今回の主役はリンドウなので、これより高い位置に来てしまうとですね、あれ、リンドウが主役なのかな、ヒペリカムが主役なのかなっていうところで曖昧になってしまうので、しっかり高さを抑えつつ、でも下が窮屈にならない、そのような位置で生けていくと良いです。立体感を出すためにちょっと奥行きにちらっと見えるような感じで生けてみましょうか。こんな感じ。いかがでしょうかね。今お伝えしたポイントでたった4本でもこんだけ爽やかなお花が生けられると。
若干この足元が見えちゃってるのでちょっと隠したいなっていう気持ちはあるんですけど、入れるとしたらこんな感じかな。ちょっと1本入れましょうか。まあこんな感じですかね。これでたった4本でもちょっとしたお花として飾れると。でここからもうちょっとスケールしようかなと思ったら、今日はこちらアレカヤシを買ってきまして、すごく爽やかな花材なのでこのリンドウと合ってくるかななんて。若干最初に生けたこのリンドウと高さが競い合ってるため、私だったらこのアレカヤシを主役にした場合、もう少しリンドウを下げるかなとは思うんですけど、リンドウの伸びやかさも生かすとしたらここまでは許容範囲なのかなと。でこの花材はですね、下の方葉っぱを取るとワンサイズ小さくすることができるので、1枚目高い位置に入ったら2枚目は少し低い位置に、このやはり長短をつけるっていうのが生け花では本当に肝ですね。肝というとですね、竜の肝と書いてリンドウと読むんですけど、この葉っぱや花、根っこがですねものすごく苦くて、まるで竜の肝のようだからリンドウと名付けられたそうです。生薬としても重宝されてたみたいなんですけど、少し毒性があるみたいで、ワンちゃんとか猫ちゃん飼ってる方はこのリンドウを食べるとですね、下痢とか嘔吐を引き起こすみたいなので、飾るときは注意してください。ということでちょっと余談にそれちゃったんですけど、まず1作目、リンドウの伸びやかさをシンプルに生かした、そんなお花が出来上がりました。はい、ということで2作目ですね。こちら花瓶を使って簡単な投げ入れ花を生けていこうかなと思うんですけど、先ほどお伝えしたように高さに変化をつけるっていうのが生け花の肝なんですけども、そこがリンドウをきれいに生ける際に難しくしているポイントなのかなと。こちらもちょっと生けながらご覧いただければなと思うんですけど、まずですね、こちら主役のレンゲを生けていこうかな。すごく味わいのある枝が1本教室にあったので、これをそうだな、こんな感じで生けていきましょうか。これはですね、こう生けてしまうと葉っぱの裏が正面を向いてしまいますし、こういう曲がりが元からあるので、こっちに向けると奥に先端が向いちゃうんですね。でどちらかというと生け花っていうのは前に立体感を少し意識させた方がいいので、こちらに張らせた方がこの曲がりが手前に来て生きてくるのかなと。葉っぱの表もしっかりとこう見えるんでね。ということで主役の枝をまずは伸びやかに。でこのままだとくるんと回ってしまって葉っぱの表が正面にベタッと向いてしまうので、葉っぱの表は太陽に向かって上を向くというところで、こういう角度にしたいと。ですので回ってしまう分折り止めで止めていく。でこの花瓶の詳しい生け方、折り止めというテクニックとかのやり方もこちらの動画でご紹介していますので、まだ見てないよという方はぜひ参考にしてみてください。これで自分の止めたい角度でピタッと止まってくれるので。でまず主役の枝を生けて、いいですね、こういう味わいのある枝。特に難しいこと考えなくても1本ポーンと入れればすごく味わい、表情が出てくるので。でこの上で、リンドウをどう生けるかなんですけど、最初にも見てもらったようにリンドウというのはスラッと縦に伸びていて、先端に一輪ポーンと咲くというよりは花がこうだんだんと縦に連なって咲くんですね。で系統とか気境とか先端だけに花がポーンとついている場合はこのまんまこうやって高さに変化を加えれば綺麗に飾れるんですけど、リンドウはこのすっきりとした花枝がすごく印象的なので、先端だけ残してあまり短くしてしまうとちょっとリンドウらしさがなくなってしまう。あるいはまだ綺麗に咲いてるこの中間の部分の花を全部取ってしまうっていうのはやはりすごくかわいそうに感じてしまうというところで、よく初心者の方でリンドウを受けた際に見受けられるのが、やはりこのお花の高さというのを短くできずにそのまんま長くこうやって刺してしまう人がかなり多いと。で今日のリンドウは最初にもお伝えしたようにまだ上の部分に花がついているので、下の花取らないで済んでるのでこのままこう生けれてるんですけど、もっとすごいものはこの辺りまで花がついてるので、その花も生かそうとするとこんなに長くなってしまうと。でそうなってくると、先ほど1作目に生けたこの伸びやかさを生かしたリンドウを主役にしたお花っていうのは比較的生けやすいんですけど、枝物が入ってきてこういったものが主役になった時、この花材をこのまんま使ってしまうと主役がどっちかなっていうところですごく喧嘩をしてしまう。そこが一つこのリンドウを生ける際に難しいポイントになります。でもう一つが、じゃあ思い切って短くしようっていうところでぐーっと短くした結果、1本目がこのぐらい短くすると主役の伸びやかさ生きてきますよね。
で生け花っていうのはずっとお話しているように長短をつけるっていうのが肝なので、1本目をここまで短くしてしまうと2本目はもうかなり低い位置に生けなきゃいけない。でそうなるとこの先端の花だけを残して下の部分全部取ってしまわなきゃいけないので、このスラッとした林道らしさが逆に短いとなくなってしまう。これが林道を生ける際に難しくしている2つ目のポイント。じゃあどうすればいいかっていうと、その中間の良い塩梅を取っていくっていうのがコツですかね。ですので今日2本生けるとしたら、主役と喧嘩しないギリギリの高さまでぐーっと押さえてあげて、ここまで下げればまだこの蓮魚が主役ですよって、この伸びやかさが出てきますね。で1本目をこのギリギリの高さで取った後に2本目はこの1本目より低くすればいいわけなので、そうなってくると先ほどよりは少しこう伸びやかにいけれると。そうやっていけてあげると林道のこのスラッとした伸びやかさを生かしながらも主役と脇役というのがしっかりと出てくるので、綺麗に飾ることができます。ですので林道を生ける際は主役にスラッと伸びやかに生けるのがある意味綺麗に生ける上で簡単ではありますね。1本目はこんな感じで、2本目は1本目より短くなので水に浸かってしまう葉っぱとか花はきれいに取るというところで、ここの部分やはり水にギリギリ浸かっちゃうので、これをかわいそうとかもったいないというところで取れないと、結局こうやって同じ高さのものが並んでしまってまとまりに欠けてしまうと。ですのでこの下の花を取れるかどうかというところも林道をきれいに飾る一つのポイントですね。でこうするとちょっと寂しくはなっちゃいますけど、まだ下の段にもこうやって花がついてるので林道らしさは残りますかね。なので今回は本当に先端部分にしか花がこうやってついてなかったので、ここだけしか取らないで済んだんですけど、このだんだんとついてる花1箇所2箇所3箇所ぐらい取らなきゃいけなくなることもあります。ただそれをね、かわいそうだからといって全部同じ高さにしてしまうと、もう何が何だかっていう花になってしまうと。ということで2本目の林道はこんな感じで高さに変化をつけて生けてみました。ちょっとした花瓶であれば蓮魚と林道だけですごい味わいのある花になると思うんですけど、今日使ってる器少し口が広いのでまだこの辺空いてるっていうところで、さっき生けたヒペリカムとかで締めていきましょうか。先ほどパッカリ開いてた口を引き締めながら器と関わりの出る花材を入れてあげると一気に一体感が出てくるので、これ入ってるのと入ってないのとで全然印象違いませんか？このままだと器と花材がここの口元でパッカリ割れてるところをこの花材で中心をキュッと引き締めてあげる。で1本目が低い位置に入ったのでもう1本は少し高めに。でこの1本が今まっすぐツーンと立ってあんまり味がないので、ちょっとこちら側に溜めて、最後にもう1本、これも本当にこんな一枝なんですけど教室に残ってまして、軽いんですけどすごく味わいのあるひょろっとした枝なので、これを最後足して完成にしたいと思います。こういう味のある枝はいいですよね。ちょっとこのさっきの枝も生け直しますね。これをまずは中心を少し引き締めるような感じで入れて、で最後にこちらの味のある枝をふっと飛ばしていく。これで林道のすっきりさは生かしつつも主役を枝物にして、あくまで花は脇役にした、そんなちょっとした投げ入れ花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。